本日もお疲れ様です。とっとお米チャンネルマイカです。ついに登録者様が1万名様に到達しました。どうぞ。ということで、本日はとっとお米チャンネルについてのいろいろや質問についてもお話ししたいなと思います。その他雑談もあるかな。はい。あと次の雑談をまたささやき声で撮影する予定なので、今回はロールプレイのような形で小声で撮っていきたいなと思います。はい、節目なので、前回登録者様1000名様の時にも登場したこのスポンジボブくんも一応スタンバイしてます。あと髪の毛も短くなりました。はい、ショートでもね、いろいろアレンジをしていきたいなと思ってます。はい、まず今とっとお米チャンネルを登録してくださっている1万名の皆様、本当に本当にありがとうございます。チャンネル開設時は2週間に1度ほどしか動画投稿していなくて、というかまだ今15本程度しか投稿できていないんですが、頻度がねそんなに高くないのに、こんなに多くの方に応援していただけて、なんて幸せ者なんだろうっていつも思います。 YouTube を始めるまでに立てていたチャンネルの目標があるんですけど、それはかなりのスピードで達成できていて、どれもすごく達成しているんですが、なんか私は自分を結構追い込みがちな性格なので、なんかもっとこうしたいとかね思っちゃったり、目標を情報修正してしまったりとかねしちゃって、でもそんな時にコメントで体に気をつけてくださいねとか、無理せずで大丈夫なので楽しみに待ってますねとか、なんかね、温かい言葉をたくさんいただいて、なんか楽しんでやろうって改めて思えたんですよね。私自身ASMR 以外の YouTube もたくさん見るんですけど、なんかいつも思うのが、楽しんでやっている人って最強じゃないですか。なんかこれを求められてるから本当はこっちがやりたいんだけど、でもなっていうのが見ていて伝わってきちゃう感じが、そうすると視聴者も楽しめないっていうか、そういうのって伝わってきませ
で、なんか私はその見てくださっている皆様のことはもちろんなんですけど、自分のビジョンとかその楽しむ気持ちをずっと持って作品作りをしたいなと思いましたし、他の ASMR 投稿者さんたちにもなんかそう思って作品を作ってほしいなって思います、ASMR その投稿者さんたちがこうキラキラキラーってしてると、なんかね、見ているこっちまで幸せになれるし嬉しいですよね。急に視聴者目線になってしまいました。すいません。戻します。はい、次にコメント関連でいくつかお話があって、自分のそのチャンネルのアナリティクスとかいただいたコメントが確認できるアプリがあるんですけど、自分がまだ返信とかハートマークとかつけていない未対応の状態でも対応済みになんかなってたりとか、そもそも表示されないっていうことがあって、システムの不具合とかなのかなって思うんですけど、なので見落としてしまって反応ができていないことがあったらごめんなさい。ちなみに先日外国の方にこの人はマルチリンガルみたいだねって言っていただいて嬉しかったんですけど、私は日本語しか話せないです、はい、動画の翻訳も翻訳サイトを使用して、しかもその一回翻訳をして貼り付けるみたいな感じではなくて、それをもう一度日本語に直しておかしな部分を細かく修正していくっていう作業をしているので、かなりの時間がかかってしまうんですよね。私が作業効率すごい悪いんだと思うんですけど、長い動画だと1日分くらいの時間は余裕で潰れちゃいます。なんか投稿するときに翻訳まできちんとして、日本の方でなくともこう一緒のタイミングでできるだけ楽しんでいただきたいなと思っているので、なかなか投稿頻度を上げるのが難しくて、動画の翻訳以外にも説明欄も住んでる国ごとに設定ができるのと、外国語に直すと文字数がすごく増えてしまうので、タイトルの文字数制限と戦ったり、いろいろあって投稿頻度を上げられずにいますが、気長にお待ちいただけると幸いです。あと、何度もコメントをくださる方のこと、私結構覚えていますよ、はい、昔に比べると記憶力の衰えを感じますが、人に対しての記憶力がとてつもなく良かったですよ。今も多分人並みより少しいいかなって思うので、結構覚えてます。アイコンとか
お名前が変わっちゃうとさすがにちょっとわからないので、はじめましてっていう感じになっちゃうかな。なんか今までいただいたコメント一覧みたいなずらーって、そういうのが見れたらいいんですけど、確認できないので、記憶との戦いですね。でも本当にコメントをいただけるとすごくとてつもない励みになるので、最近返信のスピードがちょっと遅くなってきてしまっていて、一文とかだとね、ハートマークしか押してないっていうことも出てきてしまったんですが、今後もしも返信がなかなかできないっていうことがあったとしても、引き続き応援パワーをいただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。そして自己紹介や質問コーナーをやってほしいとありがたいことに言っていただけたり、インスタのメッセージで質問いただいたりするのですが、ちょっと皆様に全部返せないので、そういった動画も撮りたいなと思ってはいるんですよ。ただ今聞いていてお分かりかと思うんですが、私話しているとなんか他の話したいことがポコ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 増えがちな人間なので、例えば部活は何をやってましたかっていう質問が来たとしたら、ただ部活を言うんじゃなくて、それを選んだ理由とか面白いエピソードがもしあったらこう話したくなるじゃないですか。あと、なんで YouTube をやろうと思ったかとか、話すの何時間かかるんだろうっていうくらいいろいろな思いがあったりね。自分の人生を語る上で暗い話がどうしてもいくつも出てきてしまうので、ASMR で話すと、実は私こういうことがあってみたいな感じで、ちょっとより暗くなってしまいそうなので、そういった思いとか重たくなってしまいそうな話は、暗くならないような工夫をする方法を探って、見つかったらそれ、見つからなかったら中田敦彦さんの YouTube 大学みたいにエクストリーム自己紹介幼少期編バーンとかやるかもしれません。そうなったら ASMR ではなくなるので、サブチャンネルを立ち上げないといけません。話を戻して、なのでどんなことが聞きたいかを Twitter と Instagram で、募集してみようかなと思います。ただインスタはハイライトの24時間以降も残せるような形に
SNS の質問機能ってあれに残せないでしたよね、確か。質問が入力できなくなってしまう。24時間経っちゃうと。なので、週に何回か質問をどうぞっていうストーリーをあげるかな。多分そうします。ちょっと考えて。Twitter はマシュマロとやらを使ってみようかなと思うので、とりあえずどちらもフォローしてお待ちいただけると嬉しいです。いつ撮影するかとかも何にも決めていないので、募集してから回答まで数ヶ月の時間を要するかもしれないということと、お答えできる範囲になってしまうので、それでもいいよっていう興味のある方はぜひ、よろしくお願いします。ちょっと先に絶対に来そうな質問だけ今少しお話しすると、まず私の名前マイカは本名ではありません。クイズ番組みたいになっちゃった。私のチャンネル名ってドットお米チャンネルじゃないですか。本当はドットとかにしたかったんですよね。かっこよ。DOT ピリオド全角アンダーバー、かっこいいかなって。意味は私のチャンネルの概要欄を見たことがある方ならわかるかもしれないんですが、ちょっと一部を今読みますね。人生に起こるすべてのことには意味があって、そのすべての点と点が線になり今があります。何でもない平凡な日常も自分の行いや経験もすべては未来につながっていくと思うんです。私のチャンネルではそんな皆様の人生の点のほんの一部になれたらと思い、 ASMR を中心に動画を投稿していきたいなと考えております。心が温かくなったり、何か響くものが残るような動画が一つでも見つかれば幸いです。という感じです。自分の人生を振り返ると、たくさんのことがあったんですけど、今はその全てに意味があったと思えるので、動画を見てくださっている皆様との出会いにも意味があると思っていて、これは2本目の動画でも話したんですけど、なので少しでも皆様のお役に立てるような人生のほんの一部の点になれたらなっていう思いで、ドットピリオドとその全角のアンダーバーで、ドットで検索するといろいろなチャンネルがこう出てきてしまうので、もっと個性的なものにしなくてはならないっていうふうに思って、自分の好きなお米
固めに炊いたお米が好きなんですけど、お米も一粒はすごくちっちゃいけど、それが集まって美味しいご飯になるじゃないですか。そんな意味も込めて、最終的にドットお米チャンネルになりました。一番最初はドットお米で検索するとコムドットさんとか出てきちゃったりしたんですけど、今はどうかわかんないんですけど、意味を優先してしまったがために検索しづらいチャンネル名になってしまいました。検索のしづらさで言うと、 ASMR 投稿者でチャンネル名に ASMR って入れていないのは珍しいかなと思うんですね。だからどんなジャンルの人間かっていうのがパッと見で分かりづらいっていうことも分かっていたんですが、私はその2本目の動画でお伝えした通り、自分が助けてもらってきた ASMR もですが、 ASMR 以外でもさまざまな自分の姿を通して何かしらのパワーを皆様に、癒しでも元気でも笑いでも何でも良いのですが、そういったものをお届けしたかったので、初めは ASMR だけかもしれないけど、いずれはサブチャンネルなのかとかね、わからないですけど、 ASMR 以外の動画も投稿するっていう風に決めて YouTube をやり始めたので、チャンネル名に ASMR というのは一旦はつけませんでした。そしてなぜマイカなのかっていうのに戻ると、本当はチャンネル名じゃなくて自分の名前をお米にしたかったりもしたんですよ。でも先ほどお伝えしたような感じで、お米はチャンネル名に使うし、お米のモチーフのキャラクターも作りたかったんですよ。なので名前、自分の名前は別のにしようって思いました。単純なんですけど、お米から米を入れようと思って、で私アニメの名探偵コナンが好きなんですけど、コナンくんって米に花っていう感じで米花町に住んでるんですよ。なんか運命を感じてマイカになりました。ちなみに一番初めはハチっていう名前にしたかったんですけど、その理由はまたいつかお話ししたいなと思います。あとは豆知識なんですけど、私目の下に、こっちか、目の下にほくろがあるんですね。なのでドットお米チャンネルのアイコンは私のこの目の周りにチャンネル名を書いて、ピリオドの部分が自分のほくろになってます。自分の
あれ実は中学1年生の頃の写真なので、お黒が今よりないんですよ。薄くて見えづらいので、もしもそれに気がついている方がいらっしゃったら本当にすごいと思います。拍手をお送りします。パチ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 。すでに動画編集の質問をいただいていたりとか、プロですかっていうねメッセージもちょいちょいありがたいことにいただいているので、それはこの次の動画でちょっと雑談続きで申し訳ないんですが、今度はささやき雑談でそういった動画の編集とかについて軽くお話ししようかなと考えています。はい、改めまして、Twitter や Instagram も毎週 2,3 日に一度くらいかな更新しているので、質問募集のお知らせとともにチェックフォローしていただけるとすごく嬉しいです。今日のトータルコーデも後日載せておきますね。これ枕カバーじゃないですよ。こんなんついてるけどクッションカバーでもないですよ。あとそうだ、チャンネル登録の通知をオンにしていただけるとさらに嬉しいです。なんか動画投稿後にすぐ見ていただけると他の方のおすすめにも出やすくなるみたいなので、より多くの方にプラスのパワーをお届けできるようにご協力をよろしくお願いします。長くならないと思ったら今日もたくさん話しちゃった気がします。最後にこんな私にいつも温かいコメントをくださったり、高評価を押してくださる方々、一度でも動画を見てくださった方々、支えてくださって本当にありがとうございます。改めまして心より感謝申し上げます。これからもたくさんの応援パワーをよろしくお願いしますね。皆様に少しでも癒しをお届けできますように、ゆっくり眠れますように、そして明日も素敵な一日となりますように。それでは